高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日はドジャースの開幕戦のチケットが高額転売されている件について話していきたいんやけど、ヤフーニュースで公式が注意喚起しとったんやけど、東京ドームで3月の18日、19日にドジャース対カブスの開幕戦が行われるんやけど、それの不正転売チケットについて公式サイトが26日に注意喚起しとったんやけど、この試合のチケットに関しては2月の16日の正午から、一般販売がスタートしとって、チケットに関して不正転売っていうのが今横行しとる状態になっとって、試合のチケットに関しては転売は法律で禁止されとって、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が発生するよりも刑事罰なのよね。で、それに対して共産の読売新聞であったり、日本野球機構がその転売サイトに対してチケットの出品者情報の開示請求を行うなど、本格的に取り組んどるように話で、不正転売は徹底して確認したチケットに関しては無効とし、当該チケットでの入場をお断りするという公式に発表しとんのね。本気やな。やっぱりこのドジャース今、大谷とか山本由伸っていうような、日本人選手も出場するし、カブスの方にも今永とか鈴木誠也という、日本人選手がかなり出るっていうことで注目度が段違いなんよね。で、実際ローソンチケットで、一般販売が16日にから行われとったんやけど、開始数秒の待機の段階でもう30万人以上が待機しとってもう大混雑でもうアクセスすらできんっていう状態やったらしいよね。あそこに転売ヤーも混じっとんだやろうなやろうな。だからこの入手できたチケットもかなり高額で、さっきの転売の話になるんやけど、実際転売というかあるチケットサイトでは定価6万円の SSS 席、いわゆるバックネット裏の席らしいよね。 SSS 席っていうのが220万円の値220万何倍やっていう話なんやけど、30倍以上か。で、他にも、最安値の定価7000円と言われている C 席ですら1枚23万円の売りに出されとるっていう現状なんよね。30倍が相場なんや。もうそうやな。単純でそのくらいの買い手もおるみたいな話もちらほら出とるっていうぐらい、加熱しとるわけなんやけど、個人的な話としては、純粋に東京ドームでメジャーを試合って見れるのは楽しみやし、生で大谷とか見れる機会なんて一生ないかもしれんから、金額抜きにして普通に楽しみなよね。最近はメジャーもさ、開幕戦海外でやることが多いよな。そやな、去年韓国とかやったもんな。やっぱメジャーは世界に野球を布教したい、ベースボールを布教したいっていうのがあるから。アメリカでは逆にあんまり人気がないんやんな、野球が。そうなんかもうアメフトが一番人気らしいって言うよな。クリスマスボールとかも一番レベルの高いリーグがさ、アメリカにあるのに、アメリカ国内ではそんなに人気がないスポーツが結構あるんやんな。バスケとかもそうだけど。そうやな。バスケとかはフィリピンが一番人気なんやな、確か。そうなんや。でもさ、実際さ、こういうチケットが高額転売されるのっていうのも分かりきったことじゃない。そうやな。だから防ぎようがないしさ、そのあたりはもう両親に任せるしかないとは思うんやけど、ただそれにしても200万はさすがにどうかと思うけどな。そのチケットのさ、転売サイトを見たんやけど、その200万も結局転売ヤーが転売目的で転売ヤーから買っとるっていう構図になっとって。そう。だから転売ヤーから転売ヤーに流れとるだけなんよね。200万円で売られとるけど、それを190万とかに値下げしてもらって、で、それを買ったやつがまた200万とかで転売するんよ。そう。いたちごっこになっとんのよ。いや、転売ヤー同士で値段釣り上げとんのよな。コメントとかさ、交渉とか見たんやけど、冷やかしも多いな。冷やかし多いな。本当かわからんけどさ、ウクライナから避難してきた難民ですとか言って。で、難民の子供たちにチケットを無償で配りたいから定価で譲ってくださいとかさ。都合良すぎるやろ。絶対嘘やと思うけど、改めて考えたらさ、いくらメジャーが見たいからっつって200万で買える人がどんだけおるのかっていう話やんな。そう。本当に一握りやと思う。全然おらんと思う。余生を楽しむ、もう富豪とか。でもさ、200万で買うんやったらさ、もうアメリカ現地見に行った方がいいよな。確かにな。だから多分転売屋同士で価格釣り上げとるから、これは本来の価格ではないと思うな。それはそうやな。その価値はないと思うな。適正価格ではないよな。確かに6万円とかやと、ちょっと安いかなとは思うけど。いや、安いと思う。200万は200万はさすがに本当に見たい人が買う値段ではないと思うな。そうやな。そういう面でもやっぱり今回の転売ヤーは叩かれとるよな。毎回
の話であるけど。転売ヤーも結局、外れくじを引くかど、なんかバー抜きみたいになってるからさ、200万とかで買って、で、また転売せなあかんから、焦っとるやろうな。早く売り抜かなあかんからさ。そうやんな。最後に掴んだやつがもう、ババ引くことになるからさ。まあ最悪、定価で売ればいいんやろうけど、直前とかだったら暴落するんじゃない？やと思うよ。売れ残りが、だって転売ヤーチケット持っとっても見に行かんやろ、どうせ。そうやろうな。野球に興味があるのかは怪しいし、そもそも日本人じゃない可能性だってあるしな。そうやな。転売サイトでさ、急遽行けなくなったのでお譲りしますとか言ってさ、100万で売ったりしてるからさ。いやいやいや。もう、それ書かんでいいやろな。本当に行けなくなって100万で売らんからな。怪しすぎるよな。そうやな。まあ、ある意味自分はさ、まだそこまで熱量を持って、どうしても金出してまで見に行きたいっていうイベントがないから、その点200万出してでも見に行きたいって思う本当の熱心なファンはすごいと思うわ。熱量が。まあな。転売ヤーもよく手に入れるよな。こんなすごい倍率のチケットをな。いろいろあるらしいけどな。裏技って言うとあれやけど。転売ヤーも。この時代の流れに即して、プログラミングとか、まあ、アカウントいっぱい作ったりとか。で、1秒間で何十回とアクセスできるようなシステムを作る人とかおるんやな。あと、俺が見つけたのは、チケット、ローチケとかはわからんけど、グッズとかやったら、転売の場合は、闇バイトとかで購入する人を雇って、で、現地で買いに行かせたりするのがあったりするみたいな。グッズとか福袋とかな。ああいうのを何人も買ってくれる。もう本当に時給何千円とかの低賃金で雇って、で、買いに行かせる。いろんな手口あるよな。こういうネットとかに疎かったらさ、コロッと騙されてもおかしくないよな。チケット詐欺。そもそも転売はその悪なのかどうかっていう議論もあるやん。そもそもね。時と場合によるけどな。市場原理に従って値段が上がっていくことは、自然なことなんやから、別に転売ヤーがおるから値段が上がってるわけではないっていう話もあったりして。本当に価値のあるもんやったら。単純に販売者側が値段設定をミスっとるだけやっていう話もあったり。はいはい。そういう話もあるね。あと、需要に対して供給が追いついてないだけとか。だから結局メーカーが販売する個数がミスったみたいな。もっと生産できる体制を作ってから販売するべきやったんじゃないかっていう話もあるけど、こういうチケットの、野球のチケットとかはもう母数が決まって、席数が限られとるから。確かにな。はいはい。席数の限りあるもんな。今回で言ったら4万6千とかじゃないかな。うん。だからいかん人が買いまくって値段釣り上げるっていうのはもう悪影響しかないけどな。悪しかない。今回は悪質やわ。あと、X で調べると、結構定価で売りますよみたいな、ポストしてる人がいっぱいおるよな。俺も見たわ、それ。結構おったよな。片やな、転売サイトでは200万30倍で売られとんのに、X では定価、プラス手数料とか、1000円とか上乗せで売っとるんよな。手間賃とかな。だから一見、良心的やわな。ただ、怪しすぎるんよね。怪しいな。実際さ、コンタクトを取ってみたんやけど、二人でな、安藤さんと俺で。うん。日本語すら怪しいようなやつやったな。そうやな。日本語は不自然やったし、3枚売ってますっていうアカウントに対して、俺が1枚譲ってくださいって言って、で、安藤さんが3枚譲ってくださいって言って。うん。同時進行でできたからな。で、その時点で、その人が持っとるチケットの枚数を超えとんのに、やりとり進んでいくんよな。そうそうそう。で、最終的にはな、会って渡しますみたいな感じで終わったよな。SNS でよくあるチケット転売の詐欺っていうと、お金を先に払わせて連絡取れなくなって、バックれるっていうのが多いっていう話だったんやけど。そうそう、俺もそんなイメージやったからさ。俺らがコンタクト取った相手は、入場後でも支払い OK ですとか、当日に手渡ししますとか。一瞬あれって思ったけどな。当日会うんやと思って。これは本当にいけやんくなって、本当に両親で譲っとる人なんかなと一瞬思ったけど。でも絶対きな臭いよな。なんかあるやろ。調べてみると、当日手渡しで OK って言っとる人は、当日ドタキャンしてくるんやって。はいはい。で、購入者側の姿は遠くで見とって別のやつが。で、ドタキャンした後に、その仲間がそいつに接触して、ダフ屋みたいな感じで現れて、はいはい。高額でチケットを売るっていう手口があるらしい。そこでさ、例えば地方からわざわざ東京まで来た人からすればさ、買うよな。そのダフ屋から。背には腹変えられんもんな。その日のために休み取ったりして、旅費もかけて行ってる人からしたらな。逆にそいつからしたらそのダフ屋が天使に見えるかもしれんで。当日キャンセルされて路頭に迷っとったとこにさ、チケット譲ります、売りますって言われたらさ、いや、そりゃ困ったところに来とるから買うわみたいになってもおかしくないな、心が弱っとったら。ある意味、
よく考えられた詐欺やなって思うな。あとは、当日現れたやつが、あなた転売ヤーから手に入れようとしてましたねっつって脅して、で、警察に通報するぞみたいな感じで脅して、金をむしり取られるとか。まあ、ゆすりみたいな。アウトローな感じのやり口もあるみたいな。いや、マジで気をつけた方がいい。だから、どっちにしろ、SNS で転売チケットを買い取るのは本当に危ない。危ない。いや、絶対やめといた方がいい。もうそういうトラブルに巻き込まれる可能性が高いから。もちろん買うのも売るのも両方関与したらあかんと思う。実際こういうチケットの転売が半グレのしのぎになっとるっていう話もあるから。そうやな。だから、まあ不服かもしれんけど、チケット販売サイトで高くても買うっていうルートはまだマシになってくるんかな。実際こういうさ、チケット流通センターとかあるやん。あるある。ああいうのは信用できんのかな。金は高いけど、払えば必ず、まあメルカリみたいな感じで商品届くまでは、そうやな、そうやな。商品、お金が出品者に渡らんからってことなのかな。だからその点は確実なんじゃない？まあ偽物が届かん限りは大丈夫ってこと。そう。それにしてもやけどな。高い分信用はできるんじゃないかってことか。まあ、あと、こういうのさ、チケット入手のさ、方法としてさ、抽選じゃなくて先着順で販売しとったサイトもあるらしくてさ。それは公式でってこと？そう。そりゃ、抽選じゃなくて、販売順やったら、まあそりゃ30万とか、もっと並ぶなわなって思うけどな。先行販売の文化。そう。今回のローソンチケットじゃない別の販売方法にはなるんやけど、なんかそのあたりもうちょっとうまくやれんだかなと思うけどな。なるほどな。まあ確かに、先着順やったら一般人は無理やわな。手に入れんの。無理。ボットにやられるよ、そんな。さっきの話じゃないけどさ。転売ヤーの餌食よ。でも、これでな、転売ヤーがさばきやんかったりしてさ、まあ、チケットが余ったら、まあ空席になるわけやん。なる可能性も出てくるよな。それさ、テレビ越しに見とったらさ、はってなるよな。本当に行きたかった人から見たら、なんでこんな席空白目立つんってなるわな。バイヤー席でも。確かにな。球団側からしたらチケット売れとるからいい。いや、でもそんなことねえな。その実際球場におる人が球場でお金落としたりするわけやから。そう。やっぱ損失やんな。損失やで。そいつらはだって球場にすら来てない可能性だってあるんやから。だから転売ヤーからは変わんのが一番よな。そうやけど、まあ現状は、まあ今回の野球の話だけじゃなくて、転売ヤーありきの時代になっとるからな。ジャニーズとか、それこそ VTuber とかのライブもすごいらしいけどな。これで難しいのが、転売ヤーのおかげで買えやんかった人がおるってことは、その分転売ヤーのおかげで買える人もおるんよな。そりゃなるよな。だからまあ救われとる人もおる可能性はある。ある意味、まあ言い方はあれやけど、必要悪なんかな。金がある人にはいいんかもしれんな。実際100万でも買いたいと思っとった人からしたら必要悪やわな。そうやな。お金の問題じゃないって言うなら。でも今回に関してはもう公式で刑事罰にするよって言っとるから、絶対あかんけど。そうやな。犯罪やからな。そう。基本犯罪やからな。転売は。まあ、犯罪行為に加担することになるから、やっぱり転売ヤーから、この MLB のそのドジャース戦のチケットに関しては絶対買ったらあかんわ。で、まあ SNS の転売ヤーはマジで。なおさらもっと悪質やから。もうほんま情報とか抜かれて、今回の件だけにならん可能性まであるからな。そうやな。そんな奴らにな、郵送先の住所とか伝えるのがそもそも危ないしな。もう情弱認定されてさ、今後そういう特殊詐欺のターゲットにされるからな。そういうリスト回るかもしれん。電話とか、もう根こそぎやられるかもしれんしな。俺はおとなしく、テレビで見るかな。テレビ放映するやろ、さすがに。現地の熱気みたいなのが欲しい人は、もうパブリックビューイングとかに行けばいいんじゃない？パブリックビューイングいいと思うな。絶対盛り上がると思うよ。確かに。絶対どっかでやっとるわな。だから、それぞれの楽しみ方で、開幕戦楽しんでもらえたらと思うな、俺は。そんな感じで、今日はドジャースの開幕戦のチケットが高額転売されている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。